ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日ね、何度目でしょうか、埼玉県ね戸田市の戸田公園駅からね車でちょっと行ったところにあります戸田ボートレース場にてボートレースの生配信参加させていただきました。今回はねちょっと惜しくもラストすごくいいところまで行ったんですが、最終的にはね負けてしまいまして、やっぱねボートレースで負けた後はラーメンとライスを爆食いしたいなということで、こちらです。と JR 戸田公園駅から徒歩7分くらいのところにあります麺屋あがらさんにお邪魔してます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。たまたまね戸田公園駅のもう目の前で動画としたらまさかのズルズルズの面々がいらっしゃいました。ありがとうございます。いやこちらこそすいません。いいですよ、もちろん。戸田で大人気なのこれ、なんか謎にありがとうございます。すごい戸田での知名度が急にめちゃくちゃ上がってるけど、いやーそんなわけでね駅前歩いてるとやっぱいるもんですね、ズルズルズの面々が。なんかこういうね実際にこう目の前で声をかけてもらうと、なんやかんややっぱすする TV100 万人見てるんだなっていうことをねなんか実感できますよね。やっぱね普段は動画で再生回数とか、チャンネル登録者数とかね、そういったやっぱ数字を見ている部分があるんで、実際に声をかけてもらえるとねめちゃくちゃ嬉しいですね。やっぱ皆さんも僕すするのことをね街中で見たらバンバン声かけてくださいね、ぜひぜひ。ということでねあがらさんなんですけど、いわゆる和歌山ラーメンのお店ですね。豚骨ベースのスープと、ライス合わせたりとか、あと本場の和歌山焼きと早寿司とか慣れ寿司とかって言われるやつがあるんですけど、サバの寿司ですね。サバの寿司をラーメンが来る前に食べて、そしてその後に豚骨の濃厚なラーメンをすするっていうのが結構ね、いわゆる文化的な部分になってますね。はい、いきなり視聴者さんに声かけられてすごいちょっと舞い上がっちゃってるんですけど、戸田のね他の美味しいラーメン屋さんも教えてもらってね感無量ですね、本当に。はい、前にね和歌山行った時、和歌山ラーメンは僕井出商店とか、あと浦島とかですね、あとね比較的あっさりしてるところだとタンポポラーメンとか、そこら辺は行かせてもらったんですけど、全然ね実は行けてないんですよ和歌山って。本当だからメジャーどころにあんまり行けてないっていうところがあって、でもねたまに豚のね香りが漂う濃厚なスープ飲みたくなるんですよね。もう今日が結構もう完全にその口になってるというか、濃厚な豚骨ラーメンとライスの組み合わせって結構家系ラーメンとかにも通ずるところがありますからね、非常に楽しみです。さあ麺屋あがらさん食券戦です。今回はチャーシュー豚骨中華そばとご飯、さらに味玉をプッシュしました。開店と同時にほぼ満席になり、若いグループ客からファミリーっぽい方たちまで幅広い客層。そういえば戸田公園前で声をかけてくれたズルズルズの方たちもあがらの大ファンだと言っていたなと思いながら、注文したウーロン茶を飲みながら待ってるだー。こちらが麺屋あがらさんのチャーシュー豚骨中華そば味玉トッピングとご飯です。やったー。見るからに濃厚そうな醤油豚骨ブラウンのスープにたっぷりチャーシューも乗っていて食べ応えがありそう。これは絶対ご飯とも相性が良くてガンガン進みそうだぞってことでいただきます。ではまずスープから。でも一口目からブリッと甘みのある醤油味が主張をし、ベースとなる豚骨スープもどすこい太い柱をせいせい。どこか癖になる後を引く豚骨醤油味でルーザーすするの体に染み渡る心地よい濃厚さ。これは米確定なもので丼物も気になったけど、白いご飯一本勝負にしてよかった。濃厚でありながら豚の臭みなどは皆無のピュアポーキーな味わいはご飯のおかずとして十分な役割を果たしてくれる。うまいぞ和歌山ラーメン。和歌山ラーメン。和歌山ラーメンは和歌山市を中心に広まった豚骨醤油味のスープが美味しいご当地ラーメンです。和歌山県は湯浅町など醤油の名産地が近く、スープの材料となる豚骨や鶏ガラなどは隣県から仕入れやすかったため、昔から屋台のラーメン店が多数あり、独自の中華そば文化がありました。テレビなどの影響で全国にその名を広め、今日のご当地ラーメンブームは和歌山ラーメンから始まったという方もいます。和歌山ラーメンについて学んだところで、お次は麺とご対面。よっしゃ、そうする。バボーン。和歌山ラーメンらしい中細ストレート麺はつるっとしていてパキッとした食感で、スープをべったりとまとい、麺をすすった方がよりスープの旨味がわかる一心同体のもの。ちなみにあがらとは和歌山の方言で私たちを意味するもので、関東に住んでいるあがらもこの魅力に気づけばきっとハマってしまうことでしょう。ご飯に麺をバウンドさせる煮立つ食いもはかどり、やはりこれはスープが濃厚であり、醤油も豚骨も出ているからこそなせる技。これがあがらのやり方だ。さてお次はチャーシューを食らってみましょう。
柔らかく味しみしっかりで、こちらもスープをまとって濃い味ではありますが、薄切りで脂身の乗りも程よいので、ライスバウンドで米が進みまくる仕様。それどころか大量のチャーシューをご飯の上に呼び出し、セルフチャーシュー丼を作成。書き込まざるを得ない状況で書き込むのを我慢できる人はいるのだろうか。いや、俺は知らない、見たこともない。シンプルにスープと麺がうまいので、濃い味ながら後半になっても飽きることなくペースを落とさず食べ進められ、チャーシューはもちろんのこと、メンマなどの脇役たちもクオリティ高めなので、全体のレベルの高さをキープ。勝っただの負けただのひとまず置いといて、今はこの醤油豚骨の海に溺れていきましょう。てな感じでラストの味玉もカプカプと楽しんでいるうちに、本日も完食です。大変美味しくすすれました。心地よい濃厚さを堪能できる、麺も米も進みまくる一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。というわけで麺屋あがらさん行ってきたんですけれども、いやーうまかったですね。気持ちもなんというかホクホクですね。今すごく濃厚なね豚骨味ではあったんですが、醤油の切れもねビシッと効いていて、もうスープ一口飲んだ瞬間にねご飯が欲しくなってしまう味わいでした。スープ飲んだ後のね豚の香りがちょっとこう鼻を抜けていく感じとかもたまらなくて、都内とかね関東ではなかなかすすれないこの和歌山ラーメンをね久しぶりに体内に注入することができて、いやーもう体もすっかり和歌山ですね。麺はつるっと喉越しよく、さらに歯切れも良い感じの細麺だったんですけど、あの細麺がね濃厚なスープをしっかりとこう絡め上げて、麺と一緒にすするとより美味しくねスープを堪能できるような感じで、麺とスープの一体感もね楽しめたのがすごく良かったですね。チャーシューはね薄切りで味しみもしっかりとしていて、脂身も乗っていて、ちょっとねいろんな部位が入ってるような感じだったんですけど、もうスープに浸して食べたらもうご飯が進むで、ライスつけるんだったらねちょっとチャーシューもいってほしいなと思いますね。夜の部ね開店直後ぐらいにいたんですけど、もう即座にね常連さんで席が埋まるような感じで、もう 7,8 割ぐらいのお客さんの入りで、周りを見てるとね結構つけ麺をすすっているお客さんが多かったような感じでしたね。あがらの人気メニューの中にもね野菜つけそば入ってたんで、ちょっとつけそばもね気になるところですね。またすりたいと思います。ごちそうさまでした。うまかった。帰ろう。それではするの公式キャッチフレーズ、麺屋あがらさん、私たちのあがらや。和歌山ラーメンうまいっすね。和歌山行きたい。どうもチャルトーです。のびです。本日は埼玉からおはい届けしております。和歌山ラーメンです。ありがとうございます。はい。米編、はい。皆様からのコメントにする TV を編集するのびチャルトが返信して行われております。はい。コメントいつもありがとうございます。ありがとうございます。まずはこちら、はい。米編のへの移行がどんどん下手になっているということで、あら。今日だからシンプルにしてみましたけどなんか詰まっちゃいました。余計にね。逆にね。逆に詰まっちゃいましたで。それはそれで難しいみたいなね。難しいね。難しいとこやんな。なんか進歩してもさ、前の方が良かったとか言われるさ。そうそうそう。そのままやったらさ、進歩ないと言われるさ。そう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 。まあ楽しんでいこうよってことよね。はい、そういうことです。はい。そしてこちら、すする相川町だぜ、間違えないで、チャルくん頼むでということで。頼むでチャルくん。頼むで本当に。チャルくん頼むで。相川町なんだ。多分ね。先日の言ったのがね。多分相川町じゃなく、相川町じゃなく相川町だと。そう。頼むでチャルくん。むずいよな。なんでむずいよな。指導者みたいな、そのなんかそう保護者みたいな。保護者みたいな。ちゃんと言うとけよと、地名も。せやんな。そうか、読みむずいよな。むずい、もうどっちでもいいけどね。いやいや、相川町なんだよ。そうなんだよな。町と町はもう分かれへんけどな。この縦読みみたいな、なんか諏訪町みたいな。分からんけど、助けてみたいなやつはおもろいからね。ありがとうございます。はい。